皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は MSC ベリッシマシリーズの5回目です。これまで MSC ベリッシマ船上での過ごし方や MSC ベリッシマ有料無料レストランのご紹介、前回はお部屋とおすすめの持ち物を紹介してきました。そして今回ご紹介するのは高知の鹿児島での過ごし方です。鹿児島によるクルーズでない人にも楽しめるように寄港地での過ごし方をまとめていますので、クルーズ旅での寄港地の過ごし方の一例として参考にしていただけるかと思います。それでは本編スタートです。ぜひ最後までご覧ください。私も夫も鹿児島に来るのは初めてです。せっかくなのでがっつり観光しようかとも思ったのですが、だいぶ船内で遊びに遊んで疲れてしまっていたので、少しのんびり過ごすことにしたんです。ただ行き当たりばったりで過ごすのはもったいないので、この3つは抑えて寄港地を過ごすことにしましたよ。楽しむための3つのルールは、鹿児島ならではの美味しいものを食べる、街の様子を見て感じる、鹿児島ならではの食材を買って家でも楽しむ、この3つのルールを守って楽しむことにしました。ということで、スタート地点は停泊地マリンポート鹿児島です。目の前には桜島があります。以前この辺りの天気予報では火山灰の情報が流れると聞いて驚いたことがあるのですが、まさかこんなに町から近い場所に桜島があるとは知らず、びっくりしてしまいました。さて、ここから鹿児島中央駅へと向かいたいのですが、自分たちのペースで過ごしたかった私たちはツアーには申し込まず、一旦歩いて近くの駅まで向かうことにしましたよ。途中少し歩いた先にある橋からの眺めも素晴らしく、思わず写真を撮っちゃいましたよ。少し歩いたところにドン・キホーテがあったので飲み物を買おうと立ち寄ったのですが、なんとタクシーが目の前に止まっていたので乗ることにしました。近くの駅ではなく直接鹿児島中央駅に向かいましたよ。鹿児島中央駅に着くとまず向かったのは、駅から歩いて5分ほどの場所にあるとんかつ黒田。鹿児島県に来たら絶対に食べたいのが黒豚。黒豚を食べるならとんかつかしゃぶしゃぶかなと思い、今回はとんかつをいただくことにしたのです。店内に入ると明るくて大きなカウンターとオープンキッチンがあり、地元の方々でにぎわっています。このとんかつは六白黒豚と言われる鹿児島県産の黒豚で、とっても美味しすぎたので、一本丸々とんかつ黒田の動画を作ってしまいました。次の動画でご紹介予定なので、ぜひご興味のある方はご覧くださいね。チャンネル登録がまだの方はこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。寄港地での過ごし方1つ目の鹿児島ならではの美味しいものを食べるを達成したところで、次は街の様子を見て感じるをしようと目的地を決めて歩いてみることにしました。目的地は照国神社です。街中を歩いていると路面電車を見かけましたよ。せっかくなら乗ってみたいと思いながら、さらに歩いていくと大きな銅像が見えてきて、なんとなくひげが歴史の教科書で見る大久保利通っぽいと思っていたら、大久保利通の銅像でした。そうか、確かに鹿児島県はもともと薩摩藩で、大久保利通や西郷隆盛などが有名ですもので、また小さい子供たちがたくさん遊んでいるので撮影は控えたのですが、この町は大通りや川沿い、住宅街の中にも公園があり、緑豊かで子供たちの賑やかな声も聞こえて、歩いてるだけで楽しい気持ちになりましたよ。さらに歩いていくと照国神社が見えてきました。目の前の通りには鯉が泳いでいます。照国神社は島津斉昭公を祀る神社です。こうして祀られていることからも偉大な藩主だったことがうかがえますよね。
この後参拝が終わり、照国神社から天文館通りを歩いていくと路面電車の駅を見つけたので、せっかくならと思って乗ってみましたよ。路面電車のホームで待っていると、斜め前に立派な古い建物が建っています。とても美しい建物だったので、船に戻ってから調べたところ、山形屋という鹿児島の老舗デパートのようです。大正時代のルネッサン建築で美しい造形です。さて、鹿児島中央駅に戻ってきました。鹿児島ならではの食材を買って家でも楽しみをしたいと思います。向かった先は鹿児島中央駅隣にあるアミュプラザ。地下1階にスーパーがあるんですよ。私たちは旅先でスーパーに行くのが大好きなんです。というのも見たことのない果物や野菜、調味料などがあり、とても楽しいんですよ。店員さんに段ボールで郵送してもらえるかを確認したら、クール宅急便で送ってくれるということなので、買い物スタートです。まずは鹿児島県産パパイヤメロン。この果物には初めて出会いましたよ。思わず2つ買い物かごの中へ。お次は紅はるかの溶岩焼き。紅はるか自体は東京でも買えますが、溶岩焼きの紅はるかは珍しいのでは？そして熊本県産のめぐみというトウモロコシ。鹿児島県産ではないけれど、夏前に都内ではこの値段では買えなさそうだし、この品種はぜひ食べてみたい。ということで、こちらも買い物かごの中へ。次は鹿児島県産の砂浜らっきょう。500g とたくさん入っています。せっかくなららっきょうをつけてみようかと思っていると、丁寧に作り方の紙が置いてあったので一緒にカゴへ。次も鹿児島県産の紅甘夏。こちらも多分初めて出会う品種。ぜひ食べてみたいということでカゴへ。そして野菜コーナーの次は調味料コーナーへ。醤油やドレッシングは見たことのないものに出会えることが多いので、とっても面白いんです。この調味料コーナーでずっと望んでいた再会がありました。それがこの宮崎県の戸村本店のドレッシング。このドレッシングはめちゃくちゃ美味しいんですよ。また鹿児島ではないですが、淡路島の玉ねぎスープの素が気になったのでカゴの中へ。麺の売り場もなかなか面白くて、今回の出会いはこちら、ラーメン小銀太。鹿児島の有名店のラーメンらしいです。ぜひ家で食べてみようとカゴへ。こんな感じでスーパーでの買い物を済ませ、店員さんに段ボールに詰めてもらい、クール宅急便の手配をしてもらいました。また少し寄り道して同じ建物にある紳士服売り場へ。今夜の MAC のドレスコードはイタリアン。夫が赤色のハンカチーフをつけたいというので購入しましたよ。こうやってスーパーで買って送っておくと、家に帰った後も旅を思い出したり感じられたりして、とても楽しいのでおすすめです。こんな感じで鹿児島ならではの美味しいものを食べる、街の様子を見て感じる、鹿児島ならではの食材を買って家でも楽しむを抑えた寄港地鹿児島での過ごし方ができました。この後はタクシーで船に戻ってのんびり休んでからイタリアンナイトを楽しもうと思います。今回は MSC ベリッシマの寄港地鹿児島での過ごし方をご紹介しました。この動画が少しでも皆様のお役に立つと嬉しいです。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。